今日はチョコバナナクレープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコバナナクレープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、クレープの中でも大人気のチョコバナナクレープを作っていきます。クレープの包み方なんですが、今回は全体を覆う包み方をご紹介していきます。クレープ生地が破れにくくてかつもちもちに仕上がるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにクレープ生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、牛乳、グラニュー糖、無塩バター、卵、サラダ油、こちらの材料でクレープ生地を作っていきます。まずバターに関してなんですが、こちらは無塩バターを使用してください。そしてグラニュー糖ですね。こちらは白砂糖やお好みのお砂糖で代用していただいても大丈夫です。甘さに関しましてはお好みで調整してください。そしてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、チョコレートシロップ、バナナ、チョコスプレー2種類。今回はこちらの材料でトッピングしていきます。トッピングに関しましてはお好みのものを使用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに生地を作っていきます。最初にですね、こちら生地の中に入れるバターを溶かしバターにしていきます。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらですね、まだバターの塊が残ってるので、これをしっかりと溶かしてください。はい、OK です。こちらはですね、使うまでこのまま置いておきます。それではボウルの中に卵を割り入れます。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、でよく混ぜたら続いてこちらにグラニュー糖を加えます。そしてグラニュー糖を加えたら手早く混ぜます。グラニュー糖を加えた後なんですが、すぐ混ぜないとグラニュー糖が卵の水分を吸ってしまってつぶつぶが残る時があります。なのでグラニュー糖を加えたら必ずすぐ手早く混ぜるようにしてください。そうしましたら続いて溶かしバターを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしてよく混ざったら続いて牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。はい、でよく混ざったら今度は粉類ですね、薄力粉を加えていきます。薄力粉は必ずこのようにふるって加えるようにしてください。そうすることでダマができにくくなります。はい、で薄力粉を加えたらこちらをよく混ぜます。ダマができないようにしっかりめに混ぜてください。はい、OK です。生地をね、このようによく混ぜたら一度こしてください。そうすることで薄力粉のダマが取れてとても滑らかな生地に仕上げることができます。できるだけ網目の細かいものでこしてください。はい、OK です。そしたらですね、一度混ぜましょう。はい、そしてこのように混ぜたら一度こちらの生地を冷蔵庫で休ませます。そうすると粉類と水分がよく馴染んで破れにくくなってさらにもちもちっとしたクレープ生地に仕上がります。それではここにラップをします。そしてこのまま冷蔵庫で1時間休ませてください。はい、それではですね、クレープの生地を冷ましている間に生クリームを作っていきます。まずこちらの生クリームを氷水に当てます。生クリームはですね、クリームがだれないように必ず氷水に当てながら泡立てるようにしてください。そうしましたらここにグラニュー糖を加えます。そして角が立つまで泡立ててください。はい、OK です。このように角が立つまで泡立てましょう。それでは生クリームを絞り袋の中に入れていきます。今回はね、こういった口金を使っていきます。こちらの口金はお好みのものを使用してください。これをね、容器にセットします。そしてこの中に生クリームを入れます。で今回ね、生クリームは作りやすい分量で作ってるので、もし余った時は何かフルーツに添えたりとかお好みで早めに使用するようにしてください。生クリームはこのように準備しておきましょう。こちらは使うまで冷蔵庫にしまっておきます。はい、今1時間経ちました。そしたらですね、一度よく混ぜてください。
はい、そうするとね、先ほどよりもねちょっともったりとした感じになってると思います。はい、 OK です。それでは今からこちらの生地をフライパンで焼いていきます。はい、それではフライパンで焼いていきます。今回は22センチのねフライパンを使っていきます。そうしましたらまずここにサラダ油を敷きます。そして火にかけましょう。火にかけたらですね、サラダ油を伸ばしてください。このようにね、ちょっとね油がまだらにねこんな感じで残るぐらいにしてください。そうすると綺麗なねクレープの焼き色がつきます。そしたら火加減は中火です。そしてここにクレープのね生地をお玉のだいたい3分の2ぐらいですね流し入れます。はい、そしてフライパンをこのように回しながら生地を伸ばしていきます。はい、このように表面が動かなくなったらフライパンを下ろして、そしてこの周りの縁が少し茶色くなるぐらいまで焼いていきます。火加減はそのまま中火です。この時にですね、弱火でやってしまうとクレープの生地がべちゃっとした感じになってしまいますので、必ず中火で焼くようにしてください。はい、でこんな感じですね。このように周りがね茶色くなってきたら一旦火を止めます。そして周りを少し剥がします。はい、そしてゴムベラを下に入れて裏返します。よいしょ。はい、こんな感じです。そしたらもう一度火にかけます。火加減は同じく中火です。裏面はだいたい10秒から15秒ほど焼いてください。軽くねヘラで押さえつけましょう。はい、 OK です。クレープ生地はこのように焼いてください。それではね、こちらはお皿に移します。このままですね、残りも同じように焼いていきます。ただ2回目からはね、もうすでにフライパンが熱いので、このままね火にかけず、まずねフライパンに油を敷きます。このまま火にかけずにね生地も流し入れましょう。はい、そして伸ばします。はい、でまたね動かなくなったらフライパンを下ろして、そしてここから火にかけていきます。2回目以降はこのように焼いてみてください。それでは残りも同じように焼いていきます。はい、全部焼き終わりました。焼き終わったらお皿にのせて、そして上にラップをかけて、このまましっかりと生地を冷ましてください。枚数で言うと今6枚焼けました。こちらはフライパンの大きさによっても変わってくるので目安にしてみてください。それではこちらの生地を冷まします。はい、それではねクレープ生地が冷めたのでトッピングをしていきます。まずねバナナを切りたいと思います。バナナはですねだいたい3等分から2等分ぐらいがちょうどいいと思います。今回は2等分にしたいと思います。こちらの大きさに関しましてはお好みの大きさにしてください。そしたらね残りも同じように切っていきます。はい、それではトッピングしていきます。まずですねクレープの生地の内側ですね、ここに生クリームを絞ります。はい、あんまり絞りすぎると今度包み込めなくなるので注意してください。そしたらバナナを置きます。そしてこの上からチョコレートシロップをかけます。あとはねお好みでこちらのチョコスプレーをかけます。そしたら手前からくるっと巻きましょう。よいしょ。はい、こんな感じで巻きます。一巻きするイメージですね。そしたら少し形を整えて裏側にして、あとは両端を折り込みます。パタッと折り込みましょう。こんな感じ。これで簡単に包むクレープの完成です。包み終わったものはですね一度ラップでくるみます。ラップの上に置いて、そしてきつめに巻きましょう。はい、このように包んでください。そしてこのまま冷蔵庫で一度30分ほど冷やします。はい、それではね30分経ったのでこちら切りたいと思います。切るときはラップの上から切っていただくと崩れにくいと思います。では切ります。オープン。じゃじゃーん。はい、こんな感じで生クリームがたっぷりで美味しそうに仕上がってます。はい、これでチョコバナナクレープの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように生クリームもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。クレープ生地がもっちもちですね。そして生クリームもたっぷりです。すごく美味しいです。は
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコバナナクレープのポイントです。まずクレープ生地なんですが、材料を加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そしてね、しっかり混ぜていただくんですけれども、薄力粉の塊とかが残る時がありますので、生地は必ず一度こすようにしてください。そうすることでとても滑らかで綺麗な生地に仕上がります。そして生地ができたらラップをして冷蔵庫で1時間ほど休ませてください。そうすることで粉類と水分がしっかりと馴染んで破れにくくなるのと、あとは生地がもちもちっとした仕上がりになります。そして生地を焼く時のポイントです。まずフライパンにサラダ油を塗ってください。少しですね、サラダ油のダマが残るように敷いていただくと、クレープのね、焼き色が綺麗につくようになります。そして生地はですね、フライパンを少し温めて、それから加えるようにしてください。ポイントとしては、生地を加えながらフライパンを回して全体に生地を伸ばしてください。表面がですね、動かなくなったらフライパンを置いて、そしてそのままですね、縁の部分に焼き色がつくまで焼いてください。あとはですね、やけどしないように裏返して、裏面はだいたい10秒から15秒ほど焼いてください。そして2回目からはですね、もうすでにフライパンが熱いので、火にかけない状態でもう一度サラダ油を塗って、そしてその後ですね、すぐ生地を流し入れて全体に生地を伸ばしてください。またね、表面が動かなくなったらフライパンを置いて、そして火にかけて同じように焼いてください。ただずっと焼いてるとだんだんフライパンもすごく熱くなってくるので、あまりにもフライパンが熱い時は一度熱を落ち着かせてから焼いていただくといいかなと思います。そしてトッピングなんですけれども、今回はチョコバナナということで、バナナ、生クリーム、チョコレートソース、そしてチョコスプレーをトッピングしました。こちらのトッピングに関しましてはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコバナナクレープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。